これはここの言葉でゴンド。そしてこすりをかけます。塗りは痛くないしね、冷たくないのよ、塗りも。このバラは。これはここの言葉でゴンドゴンドって言います。ゴンドを取ります。でこの釘を使います。でこれを普通は水車で打つんですけれども、この手回しの機械で柔らかくします。はい、お願いします。このままいくと2回。まだ少し硬いので、これ手で打って柔らかくします。一人だけだから。はい。こっちにあるべ。ある。では、バラ打つとこからやりますか。この道具の名前。わからない。ないですよね。名前ねえよね、これだ。それがなんか。一番初めに、この芯になる縄を縫います。
滑るから水を拭きます。縄は滑りを良くするために凸凹をなくする。そしてこすりをかけます。こういうふうに滑りやすい状態にして作ります。10センチ取って下からかけて内側を崩してでこれを前に向けてこう巻いて頭の作業は終わりました。ある程度の幅を確保しなきゃならないからこう広げて一回にきちんとこう締めてかっこつけていくの。4本ずつ追加していきます。左手でやる。紐こういうふうな芯はここ開くでしょ。そうするときれいにできながらこっちへやってきれいに直して左手で渡します。でこの先っちょのもさもさしたのは下に捨ててしまいます。よいしょ。キノコばかりじゃなくに、その原木も使われなかったんだ。
え、どっちが美味しいってあるんですか。あ、なんぼは辛いの。辛い。辛いの。バリは美味しいのよね。禁止されてるものいっぱいあります。卵も厳しかったっけもね。自分で作った卵は絶対のもりやったの。よいしょ。今こう人気あるんだね。こう開いてね、3分の1かけて前の動作。後から直すにね、1回できれいに直すの。はい、こんにちは。俺挟まねえからさ。一本で。一本で。バラムズね、いやもうこれ70年もなるの。学校体育のはバラムズ入りだったの。今弟子36年いた。みんなバラムズ作る練習してやの。なかなか一人目だね。12センチになったらば巣をつけます。これ巣って言います。巣の作り方はこう裂いてひねります。はい、これで2つ完成します。今度は巣の補強をします。回します。そしてこの内側を持ってきて前で、はい、これでなんでしょう。お尻の今度はお尻をつぼめるほど考えて始めます。
ちょっと脅さないでよ。小さくて待って、一回ゴロッと戻したら。あ、そうだ。24センチだったよね。24センチのお尻もこれで完成です。お尻にやっぱりまた「つ」というのがあります。これを作ります。これが技術いるね。技術がいるんです。これね、やっぱりこっちだね。はい、ちょっと待ってね。外側の長い方を内側にくぐします。外側のやつをくるっと一回しして、内側のやつをひなかをくぐしてここに刺します。こうするの。どっちも完成しました。
ここをくぐしてね。はい、完成。はい、これあげます。どうぞ持って行ってください。昭和18年、7年までか、台湾でやったのよ。戦争が激しくなって、岩手に帰りながらって、昭和17年でね、19年で帰ってきたの。そしたら、潜水艦の客船が狙わいでね、で、駆逐艦が5円筋やったから、追い回して。助かって。よいしょ。乳業やって乳業100トンもやってたの震災で草が放射能で汚染されて草なくなったわけ。それからわら製品作るの始めたの。今北海道さ行ってみてともなかなか北海道さ行きね娘行ってやら北海道さ。
暑いです。じいちゃんが89歳でも現役でやってくれてるおかげさまなんですけど、ナイフとかもですね、こう自分が作ったやつを使ってくださる方がいて、お客さんがいてくださって続けることができて本当嬉しいし、もっと上手になりたいなという気持ちで今じいちゃんと父の方と私は頑張っているところでですね。もう動かないからどうぞ。はい、チーズ。もう町の母も日記もですよ。
神楽バカですよね。で楽しいですね、話しちゃって。すごい気さくないいお兄さんっていう。夢を持って前に進んでる人ですかね。出来上がってくるともうこうやってね、こう遊びたくなる。子供の頃に結局神楽を見た記憶っていうのがずっと残ってるわけですよ。すごく目が合うっていうかな、消えないんですよね、こう感動中、その時の印象が。大丈夫ですかね。
どうも皆さんこんばんは。ただいまより、夜神楽公園の方を開園したいと思います。毎週欠かさずということで観光でお越しの方、また旅館宿泊のお客様に大変ご好評いただいている次第でございます。あなたに柿をゆい巡らし、その柿にやつも角を作り、角ごとにやつもさずきをゆい、あの大じゃずたずたに退治せんこと、棚心に覚えあり。そういうこのところに読書の用意いたすべし。
安を御神に捧げたてますらばやと思う。
もう動かないからどうぞ。いきます。はい、チーズ。1時間かかる。ありがとうございます。ありがとうございます。また来週。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。はい、じゃあ失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、80過ぎました。きれいにして終わり。気にしない。もしかして大ベテランです。岩田さんです。年齢とは聞いても大丈夫ですね。今おいくつですか。はい、80過ぎました。80何歳になるんですか。いやそこまでは。84歳。ここ7のところもうちょっとこうなんかこういう。ちょっときつめに締めてるので動くようにちょっと戻します。微調整、動くか動かないかやる。これカチンとやった時これとつながってんですよ。どうぞ。ごめん。ボンドでこことここに溝があるので、ここの溝のとこにはめます。きちんとここに引っ込んでる方と出てる方があるので、はい、ここで合わせました。テープでここの部分をつなぎ合わせるっていう感じで、もともとはこういう形でくるんですけど、はい、時間見ながらこのぐらいずつ切っておいて。
ごめん、めぐちゃん。カバー持ってきてくれる。ありがとう。これはエースカバーって言って、この上です。さっきのルーレット。これとここを合わせて、ここが合うようになってんですよ。これね。これでああ、そうだね。これで一応上の方終わりです。するとこういうバリが出るんですよ。ここのとここうやって取る作業をして。でここの溝のとこに当ててギュッと押して。ここの穴とこれを合わせてくっつけます。まだちっちゃいなるんですよ。スタック。スタックでやってました。スタック。こっちを持ってね。こっちが裏。あら、ちょっと待ってね。いい？ここにこれ入る。入りました。一応こんな感じで順番に最初入れておいて、買ってくれた人が中多分見たいと思って見ると思うので、この玉も綺麗に見えるように今こんな感じで入れてんです。自分ながらにして中開けたら綺麗だなっていう気持ちでやってました。こことここ、これとこれね、今いきます。そうするとここで合います。でここでネジを締めて、開かないの。で最後がここできれいにして終わり。
自分が全部作ったのを全国の方に行くとなんか娘を嫁がせるような気分でいつも頑張ってよっていう感じで社長が持っていく時お願いしますって言っていつも出してやってました。でも楽しそうにみんなやってるから一度は働いてみたいなと思って入ったら。一番人気な色は何色になるんですか？昔からのイメージが赤が皆さん強いので赤が一番出ます。入れて誰か何とか入れて。はい。があんまり気にしないでください。もしかして？
蒔絵の魅力ってどういうところですか？細かい表現ができるところですかね。何にもないところから少しずつ出来上がっていくので、どの段階も楽しいですね。